皆さん、こんにちは。ルパ先生です。君の一番好きな映画の先生。でも今日はちょっと日本語で自分の一番好きな自己啓発本について教えたいと思います。じゃあ頑張りましょう。OK。私の一番好きな自己啓発本はこれです。私、日本語の漢字、なかなか読めないし、日本語の難しい文法もわからないので、英語のバージョンを読んでいます。英語のタイトルは、How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie。OK? そのタイトルを直訳したら、How to Win Friends 友達を勝ち方。それちょっとおかしいけど、and influence people そして人を影響するちょっと悪いニュアンスみたいですけれども日本語のタイトルは人を動かすのタイトルですそれはもうちょっといいタイトルだと思う友達を勝ち方よりですねでもなぜこの本は私の一番好きな自己啓発本は理由が2つあります1番目はこの本はずっと最初から最後まで読んだ本は1番目です。OK? 初めて時、最初からずっと最後まで読んでいた。ちょっと私の人生についてですけど、僕は高校生の時にいつも私の先生に読めなければならなかった本もらいましたけど、この本、その本、たちについて全然興味なかった。例えばいつも授業でシェイクスピアとか生物について勉強しなければならなかったですけど、それについて全然興味ない。私はもっといい人、もっと自信が持っている人になりたいですので、もちろん私のために自己啓発本は素晴らしいと思います。そしてこの本はその自己啓発ジャンルで一番だと思います。一番大事なことを教えています。その後理由2つは、私の人生にこの本はいつも使います。この本を教えていることはいつも使います。ともう知っていますけど、僕は前に営業のことで知っていました。セールスマンだった。お客さんに話し方とか、この本はずっと教えています。そして、日本に住んでた時に、自信のために、例えば、友達を作り方も教えていました。だから、この本、1回読んでからすぐ2回読みました。だから、今多分4回か5回も読んだことあります。100冊の自己啓発本読んだことありますけど、これはまだ私の一番好きです。ずっとところどころでメモ取りました。大切なところで。じゃあ今日のビデオはこの本人を動かすについて私の一番好きな3つのことを教えたいと思います。いつも私の Instagram DM プライベートメッセージでどうやって友達を作るのかを聞いていますのでこれはその人のためにすごく役に立つだと思います。そしてもっと強い人、もっと自信がある人、もっと英語が話せる人になりたいならぜひチャンネル登録してください。じゃあ始めよう。Point 1 Talk about the interest of others, not yours. 日本語で誰かと話しているときに自分の興味について話さないでこの人の興味について話してのことです。理由は
自分と同じ興味がある人はなかなか少ないですね。世界の皆さんは違う興味、違う好きなことがありますので、その人は珍しいですね。ぴったり同じ興味がある人。だからちゃんといい会話できるように、この人の興味、趣味とか聞いて、そのについて話してください。例えば、私は本当に哲学が好きですけど、哲学が好きな人はなかなか少ない。だから、例えば、僕はパーティーの時に、ポールという人に会ったら、ポールさんは本当にバスケが好きです。でも、私は全然哲学について話せない。僕はずっとバスケについて話します。だから、ポールさんは本当に会話についてフォーカスしている。本当に楽しんでいる。だから、本当にいい会話ができます。じゃあ、ポイント2。Smile。笑顔。笑顔は大事だね。特別に第一印象の時にすごく大事だと思います。たった7秒で第一印象を作る。だからちょっと自分のプレゼンテーションに注意してください。特別に笑顔をしてアイコンタクトしてください。それと、第一印象だけじゃなくて、いつも笑顔をした方がいい、マジで。笑顔は無料だけど、自分が嬉しくなるし、他の人も嬉しくなる笑顔を見せたら。だから、笑顔をしないの理由がないですね。そして、英語で本当に素晴らしい笑顔についてことわざがあります。それは、A smile is worth $1,000,000。笑顔は100万ドルと同じです。だから皆さん、今から素敵な笑顔を見せていきましょう。じゃあ、ポイント3。Never complain, never argue。不平を言わないで。議論をしないで。皆さんは多分いつも不平を言っているとか、議論を知っている友達がいるでしょうか？この人はどんな人ですか？多分ちょっとネガティブな人だと思いますよね。議論したらとか不平を言ったら何を達成しますか？僕は本当に何も達成しないだと思いますよね。全然意味がないですよね。そして議論を知ったらとか不平を言ったらもっとネガティブなイメージになりますよね。その人について。だからもっとポジティブ、オプティミスティック、楽観的な人になりたいならやめた方がいいと思います。そして新しい人に会いたい。新しい友達に作りたいなら全然やれないでください。例えば今誰かが私に不平言ったらとか議論したいなら僕はすぐその会話をやめます。僕は本当にポジティブな考え方のために頑張っていますのでそのこと全然聞きたくないよね。だから皆さん不平を言わないで議論しないでください。OK、皆さん、それは今日のビデオでした。今日のみたいな感じ、動画また見たいなら、例えば日本語で私の好きな本、私の好きな歌、私の好きな英語を説明するの動画見たいなら、ぜひ私に言ってください。そしてもっと強い人になりたいなら、チャンネル登録してください。一緒に強い人、自信が持っている人、頭がいい人になりましょう。じゃあ皆さん、また今度